よっしゃ、オッケー。バンダイ SH フィギュアーツルローニケンシンより篠森青氏の紹介。フィギュアーツのルロケンシリーズはめちゃくちゃ出来良くて、この青氏もいい感じ。何よりこの衣装よ。ね。このシリーズね、これからも全部買い集めようと思っていますが、佐之助出してくれよ。なあ。っていうか、佐之助出す予定あるのかね。佐之助出さないなんて嘘だろ、ほんまに。では開けていくぜ。作り手の愛が伝わるこのシリーズ。佐之助をないがしろにしないと信じてる。よし。まあ何はともあれ、今はね、青氏に触れて近づこうっと。おー、今回もやっぱいいな。よっしょ。かっこいいな、やっぱり。ではね、中身の方すべて取り出していきたいと思います。まずはサイズ比較からいこうかな。同シリーズの日村と斉藤を並べるとこんな感じで、おおむね作中通りの大きさではなかろうか。設定的には篠森、斉藤とほぼ同じ身長だったと思う。このね、身長差を作中と合わせてくれるっていうのは個人的にすごく嬉しいんですよね。シリーズ続くとなればこの辺も心配ありませんね。だから佐之助お願い。いやー、さすがシリーズ屈指のグッドルッキングガイ。かっこいいですね。元徳川幕府諜報隠密部隊お庭番の最後のお頭、白いロングコートに黒いインナー、そして指焼きグローブと作中最強のいでたち。当時の俺の心を惚れ射止めせしめるのに必要な要素が全て詰まってますね。そのコートがよくできていて、稼働の妨げにならないように幾分かに分割されており、それでいて見栄えも損なわないようになっていますね。顔を見てみましょう。最近リメイクされているアニメ基準の造形で、その点はしっかりと作られており、アイプリントのズレとかもありませんね。個人的には90年代の方が世代なので、あっちの全体的に角張ったシャープな造形の方が好みなんですけど、これはこれで素晴らしいと思います。次に食いしばり顔。これもよくできていて問題なし。これは叫び顔。叫び顔でありがちな安っぽさ。それは全然ありませんね。よーくできています。そしてこちらも食いしばり顔なんですけど、謙信との人を再現しているのか、口元に血がプリントされています。で、目の方なんですけど、先ほどの食いしばり顔より眉間にシワが寄っていて、瞳も三白眼気味にプリントされていて、迫力十分ですね。目線も正面なので遊びやすい。最後にボーナスパーツ的な謙信の食いしばり顔。こちらも青視線を再現したのか顔面血で覆われています。前回の斉藤に付属した叫び顔が微妙でしたが、これはいいですね。ただ左目線固定なのでアクションフィギュアとしては遊びづらい。可動範囲、まずは頭部、接続箇所は首の付け根と頭ですね。それを踏まえて、上はここまでで、下へはこうで、ぐるりと一周もできて、ぐりぐり傾きも取れる。上半身、まず肩および腕はこのようにバタフライ機構がありまして、なんですけどもやはりコートという造形上可動に制限がかかるので、このように内側にはここぐらいまでしかいけないですね。なので刀の両手持ちとかはできなくないですけども、ちょっとやりづらい。まあ片手持ちなんでね、その辺は問題ないかな。横へはここまでいけて、ぐるりと一周回り、この肩の付け根でこのように動いて、二の腕バイセプスあって、肘がここまで曲がり、手首はこのような可動で、胴体の方、接続箇所は胸と腰ですね。それを踏まえて、後ろへはここまでいけて、前はここまでいけて、胸でこのように動いて、腰でもこのようにぐりぐり傾き取れる。コートの方は下半身部分が2分割されていて、このような接続ですね。なので結構柔軟に可動できます。で、股関節に引き出し機構はなしで、
前はここまで行けて、後ろへはそのコートの可動を生かしつつ、ここまで行けて、また割り、ここまで行けて、ももにロールで、膝が二重でここまで行けて、足首後ろへはこうで、前へはこうで、つま先あって傾きも取れる。付属パーツ、まずは2振りの小立ち。こちらは初期から帯びている1振りで、こちらが後に二刀流になるんですけども、その時の1振り。柄の違いが特徴ですね。そんな2振りを納刀する1本の鞘。普段このように納刀しているわけですね。この柄の部分で取り外して抜刀状態を再現できる。手首パーツなんですけど、こちらはコートに手を突っ込んでいる時を再現できる手首パーツ。取り付け方はコートのこの部分が外れますので、取り外した後、手首をつけて、先ほどのパーツ、ここに溝があるので、この溝を先ほどの溝に合わせてあげるわけなんですね。取り付けるとこんな感じになって、左のパーツには穴が開いているので、その穴に先ほどの鞘をこのように取り付けることができます。いいですね。見せたくてパンクしちゃう。他の手首パーツは刀の握り手と開き手がそれぞれ左右分。はい、終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。